それでは今週の読書の振り返りです。今回は丸山健二さんの小説家の覚悟について少しだけ話そうと思います。まずなんでこの本を手に取ったかというと、少し前の動画に視聴者さんからこの本についてコメントをいただいたことがきっかけでした。で、それまでは恥ずかしながら丸山健二さんのことも知らなかったので、コメントがきっかけで、あとこのタイトルですね、小説家の覚悟っていうものに引っかかるものがあったので手に取ったっていう経緯でした。で、内容としてはこの丸山さんが商社で会社員として働きながら23歳で書いた夏の流れで文学界新人賞と芥川賞を受賞して、そのまま小説家として生きる中で感じたことを綴ったエッセイです。で、まだ読んでる途中なんですが、結論から言うと最高でしたね。生きることへの態度というか力強さみたいなものを感じる箇所が本当に多くて、で、特に会社員時代について書かれたエッセイっていうのが刺さるものが多かったです。で、そうですね、印象に残る文章が多かったんですが、一つだけ紹介したいなと思います。で、その箇所っていうのが、世の中では安定した道が良しとされていること、大きな会社に入って真面目に何十年も働けば退職金がもらえると、そういったことに対して丸山さんは次のように書いています。読んでみます。そんな生き様が果たして真面目なのだろうか。自分の人生を真面目に生きたことになるのだろうか。安定を望んだ結果が周囲の顔色ばかり伺って、言いたいことも言わず、やりたいこともやらず、次第に人間味を失うことなのだ。そうですね、こういった調子で文壇や群れる小説家に対しても視線がとにかく厳しいんですよね。で、だからこそっていうんですかね、そこに小説への情熱と態度が現れているような気がして、読んでいるうちに一体この人はどんな小説を書いているんだろうかと、早く読んでみたい気持ちにもなりました。そうなんですよね、肝心の小説をまだ読めていなくて、ちょっとこれで小説が自分に合わなかったらどういった気持ちになるのかなっていう、不安と楽しみがあるような感じですね。とりあえずまずはこの夏の流れを読むことにしようかなと思ってます。はい、以上今週の読書の振り返りでした。今週も最後までご視聴ありがとうございました。